すごく辛い時の過ごし方。精神科医カバサーショーのカバチャンネル。今日は伊豆高原断食道場安らぎの里からお届けしています。質問いただきました。心さん、22歳女性。自己嫌悪で辛い時の対処法を教えてください。辛い時皆さんあると思います。例えば夜とか不安なことが頭に浮かんできて辛くてどうしようもありませんとか、過去の嫌な出来事が浮かんできてどうしようもありませんとか、そういう自己嫌悪の気持ちとかネガティブな感情が浮かんできてどうしようもありませんっていう人がすごく多いわけですね。すごく多いっていうか、多分メンタル疾患で症状が重たいような人はほぼ全員がそうなんじゃないかなというふうに思いますけども、のんびりソファーで寝転がれる人はもうかなり健康です。それはそういう心配事とか不安なこととかネガティブなことを考えずにソファーで寝転がったりできる人は非常に健康なんですね。自分の健康を喜んでほしいと思うんですけども、そういう辛い時をどう過ごすかって言った時に、辛い状態の人はソファーで寝転んではいけないですよね。何もしてないと頭の中で扁桃体のような不安を煽るような部分が暴走して嫌な考えが次々と浮かんでくる。だいたい不安な考えとか嫌な考えが浮かんでくるっていうことは、脳の危険の警報装置である扁桃体が興奮している可能性があります。扁桃体が興奮するとさらに不安が強くなって、さらに嫌なことを思い出すっていう、こういう連鎖みたいなのが起こってきますね。じゃあ扁桃体を鎮静させるにはどうしたらいいかっていうと、いろんな研究があるんですけども、一番いいのは五感を刺激するってことですね。脳の中にいろんな情報が入ってくると、扁桃体は他のところに注意がそれてしまうっていうのかな。今危険なことがありますって言ってカーンカーンカーンって警報を鳴らしてるんだけど、またいろんな情報が入ってくるとそれに対して処理しなきゃいけないから、一個だけのことに注目できなくなるっていうのかな。だから味覚、嗅覚、痛覚、触覚、いろんな感覚を使うと扁桃体が鎮静しやすいってことが言われています。例えば入浴、お風呂ですね。お風呂に入って気持ちがいいなっていう風になってくると、会社で怒られた、どうしようどうしようみたいなねことを考えていても、お風呂に入って気持ちいいなってなってきたら、まあいいかってならないですかね。どっちかっていうとね。もしくは先ほどひどくならなくならない。あと私サウナとか好きなんですけども、サウナとか入ったら考えられなくないですか？皆さん考え事みたいなことできないじゃない。すごい暑いサウナに入ってきたら思考停止しますね。暑いな暑いなって考えるのがいっぱいいっぱいで、そうなってきたら先ほどのどうですか、今日会社で怒られたわ、どうしよう、本当嫌だな、もう明日会社行きたくねえよって思ってても、サウナの暑いところに入ってたらそういうふうに考えられるかっていうと、ゼロにはならないにしてもかなり鈍るんじゃないでしょうかね。どう思いますか皆さん。皆さんは鈍らないですか？その本当のうつ病とかね、不安障害の方であればなかなかそのぐらいでは鈍らないという人いるかもしれませんけど、普通の方であればある程度そういう心地よい刺激を入れてあげることによって鈍ることができます。あと言語情報を脳に入れると扁桃体は興奮は収まる、弱くなるってことが言われてますね。だから不安なことが考えてきた時にどうしようどうしようっていうのはダメなんです。ネガティブな情報を入れてるので。だからおまじないっていうのは効くんですね。大丈夫大丈夫、すぐ収まるさっていう、いつもあることだからまあいいかとかね、そういう自分を励ますようなポジティブな言葉を言うだけでも収まります。言語情報ですね。要するに脳にいろんなものを入力していけばいいんですね。言語情報を入力するっていうのもいいです。だからそういう場合はテレビを見るっていうのもいいと思いますし、場合によってはゲームなんかをやって気をそらすって、視覚情報ですね。ゲームとかやってられないっていうふうに思うかもしれないけど、よくメンタルの患者さんで本当に辛い時にゲームしかできないって方が話とか患者さんから聞きますけども、そういうゲームとかが気晴らしになってゲームで没入しやすいので、あと具合悪くてもね、簡単なゲームとかだったらできますから、そういうので気をそらすっていう方法がありますね。あと運動するっていうのが一番いいんですよね。本当は 100m 走で全力で走ってる最中に不安とか考えられないですから、できるならやってみてください。皆さん 100m で全力で疾走してる時に会社で今日怒られたってね、会社で怒られたどうしようって考えられますか？考えられないですね。運動するっていうのがいいですね。不安って何なのかっていうことで私もいろいろと研究してるんですけど、不安というものは私の研究では何か行動しろという促しです。だから本来の不安は扁桃体が興奮して危険なものがあるから逃げなさいっていうサインなんですね。本当は猛獣と会った時に扁桃体が興奮して逃げろ、戦うか逃げるかっていうのを要求するのが扁桃体の役割なんだけども、だから逆に行動しないともっと扁桃体は興奮するんです。何やってんだよお前、まだ行動してねえじゃないかよ、さっさと行動しろって言ってさらに興奮してさらに不安が強まってくるわけね。だから何もしないでいるっていうのが一番不安に対して悪い方法なので、何かやるっていうことが不安とか嫌な考えを脳の中から追い出すことに有効ですね。あとさっきの感覚で言うと触覚っていうのも、触った感覚っていうのもいいので、例えばマッサージチェアみたいなのもいいですし、あとペットとか飼ってるとワンちゃんとか猫ちゃんをこうよしよしって言って抱っこしたり、あと赤ちゃんを抱っこしたりするとか、あとお子さんがいる人を子供と触れ合ったり子供と抱っこしたりみたいな、そういうのもいいわけですね。五感を使うってことですね。だから何かを食べるっていうのもありかと思いますね。食べる方に集中するってことです。音楽を聴くっていうのはよくあると思いますけど、音楽を聴くっていうのもいいと思いますね。だから味覚とか嗅覚とか視覚とか触覚、音通覚、いろんなものを言いましたけど、そういっ
った感覚を入れてやることによってネガティブな思考を妨げ、扁桃体の注意をそらせるっていう作戦です。こういったのをちょっと知識として知っとくと、できませんって皆さん言うんだけども、ちょっとやってみようかっていう、お風呂でもじゃあ入ろうかとかね、読書とかもいいと思います。文字情報なので、読書なんかできねえよっていう人いるかもしれないけど、漫画でもいいしね、なんか別なことをやるっていう、皆さんが好きなこととか楽しいことをやるとそれてきます。ということで、不安な時とか辛い時とか、何もしないでほとんどの人は机に向かってああどうしようとか、ソファーに寝っ転がりながらああどうしよう今日会社で怒られたぜってやるので、余計ひどくなっていくということ。何かやりましょうということで、辛い時の過ごし方は何かをする、特に五感を刺激するようなことをすると辛い気持ちは減ります。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。